こんにちは。チャプターズブックスタースタッフのななみです。早いですね。もう2月です。あっという間に2月が来たということは、あっという間に夏も来るだろうという暗示をかけながら寒い冬を生き延びている私ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう本当に今年あったかいかなとか一瞬思ったりしたんですけど、全然そんなことなかったです。寒すぎてこの前寒いので今日はお家でお仕事しますって会社のスラックで言ったら、前野さんに家から一歩も出たくない2月が来たねって言われて本当にそんな状態なんですけど、もう2月になったというのに私やっと買ったものがありまして、ちょっと今日はその話をしようかなと思います。その買ったものがこちらです。じゃん。ロルバーンの今年のダイアリーです遅っていうね。もう2月1月終わっちゃったし、しかもこれ10月始まりなんです。なんで10、11、12、1、4ヶ月使ってない今からスタートなんですけど、なんでこんな時期に買ったかっていうちょっと言い訳をしますとね皆さん手帳は紙派ですか、それともアプリ派ですか？私はもうずっと高校生の時から、高校の時なんかそんな書くのもないのにねずっと紙派で、大学生から本当にずっとロールバーンの手帳を使ってていたんですけれども、割と去年アプリを使うことが多かった。本当に Google カレンダーばっかりとか Notion とか Slack とかにずっとなってしまってて、去年買ったのにほぼ使わなかったんですね。私本当にいろいろ忘れっぽくって、あれやらなきゃこれやらなきゃとかいろいろ考えてたら、すごいポロポロ落ちちゃって、でもうこれは文明の利器に頼ろうと手書きじゃなくってインターネットの力を借りてひいひいながらお仕事してるんですが、手帳離れてしまったの寂しいなって感じてて、私本当にロルバーンの手帳大好きなんですね。ちょっとプレゼンします。ロルバーンが好きな理由3つあります。1個目はやっぱりなんといっても紙の書き心地の良さ、方眼用紙ね、この特徴的な方眼用紙と、あと目に優しい黄色私結構文字書くのが好きなんですけど、これは本当にスルスルって書き心地もいいなって思うような紙で、すごく大好き。絶対スケジュール帳じゃなくってもノートとして買おうかなって悩んだんだけど、今回スケジュール帳にやっぱりした。理由は後ほどなんですが、1個目はこの書き心地の良さ、2個目はやっぱり表紙が何といっても可愛い。今年はピザにしました結構1月末っていうことでいろんなデザイン売り切れちゃってて、その中から選んだんですけど気に入ってます。ともう1個、本当は1月始まりと3月始まりのやつがあるのかななんですけど、私はやっぱりそれでも4ヶ月空こうとも10月始まりにした理由がありまして、実は私10月1日が誕生日なんですなんでこのロルバーンの手帳と一緒に新しい1年を迎えられるっていうのがすごく気に入っていて、どの10月の手帳でもいいんですけど、でもやっぱりロルバーンが好き。なんで去年使わなかったけど欲しいな、どうやって使おうかなって悩んでちょっとひらめいたんです。それがこれを使って読書ノートを作ってみようっていうことです。なので今日は私の読書ノートを作るのにお付き合いください。皆さんどうですか？読書記録紙でつけますか？本当に細かくノートに取る人もいれば、読書アプリで取る人もいれば、たくさんいると思うんですけど、私またこれも本当ぐちゃぐちゃで読書アプリ見るのすごく好きなんです。読んだ後にやっぱりみんながどういう感想になったのかなって気になるじゃないですか。だからブクログももちろん入れてて、読書メーターも入れてて、あとビブリオ
だったかなっていうアプリも使ってて、3つ使ってる状態、これだとどうなるかっていうと、ここのアプリではつけててこっちではつけてない、こっちではつけててこっちではつけてないっていう、本当にこう最近何読んだっていう萌乃さんとの本の話をする時にいろいろ歯抜きがあるっていう本当に良くない状態になってて、ちゃんとこう一本化しないとな、整理しないとなと思いつつも、どのアプリも絞れない。なんで A と B と C が1個に絞れないなら D にしようっていう謎の考えです続くかちょっと分かんないんですけど、でも可愛いね手帳をせっかく手に入れたので、まずはその記念すべき第1月目を振り返ってちょっと作ってみようかなと思います。はい、やっぱ作るなら可愛いねお気に入りのものにしたいじゃないですか。で考えたのが、ここのカレンダーの部分に読んだ本の書影をペタペタ貼っていく。そしたらこの時期にこの本読んだんだなとか、この期間で本読めたのかとか、いろいろ見てわかるし、であとの細かい本の感想とかメモとかはこの大きいページでまた表紙ポンって貼って、あらすじとか感想とか書いていこうかなと思ってます。はい、そのためにまず用意するのはこちらです。はい私がこれ1月に読んだ本です。18冊。今月はちょっと月末にすごい勢いで読んだなっていう感じでした。はい、でこんな感じで2サイズ、こっちがカレンダーの方に貼る方で、こっちが大きいページに貼る方で、ちょっとサイズ違いで印刷します。これ何でもすぐ作れます。キャンバとか、全然すぐ作れるので、もしよかったら皆さんも真似してみてください。はい、でこれをカットしたのがこちらになります。ちっちゃい可愛いですよね。なんでちっちゃいものってこんなに何でも可愛くなるんだろう。はい、これをまずペタペタ貼っていくところから始めたいと思います。よし可愛い、いいな。ちょっとワクワクしますね。全然つかない。私ね、こういうちまちましたのするの好きなんですけど、好きなのに不器用っていうの全然出てこない。これ私仲良くできないな、これ。なんか大きめの両面テープがあった。こっちだったら早いんじゃない？よし、もうこんな感じでできました。すごいいい感じじゃない新しい作家さんとの出会いもたくさんあった月だなと今見て思った。もういいぞ、この振り返る感じ。よしはい、黙々作業を続けてできました。じゃじゃーん。ちょっと恥ずかしい私だけの読書ノートができました。いいですね。色が入るとすごい賑やかな感じがして、なんか落書きとかちょっとしたコメントとかをこっちには追加して、あと作品ごとの感想みたいなのはこんな感じで、あんまりなんかちょっと人に目も見られるの恥ずかしいこんな感じでちょっとまとめてみました。はい、でせっかくなので読んだ本をちょこっと紹介しようかなって。この前の天海大棋聖いっぱい持ち帰った本のところでいくと、江国さんのシェニールオリとか気肉のメロンとか今年の読書始めだったんですけれども、三人娘が織りなす友情と食卓が彩る愛おしい物語っていう、本当にこれで1年スタートできてよかったみたいな。2024年の初夏ぐらいにお
客様におすすめしてもらった本で、私は江国さん読んじゃうとしばらく江国ワールドに浸っちゃう、あんまり良くない癖、いいんですけどね他の本も選書のために読み進めなきゃいけなかったりするんで、江国さんちょっと規制してるところがあるんですけど、これはほんとじっくりゆっくり読んでめちゃくちゃ幸せだった。はい。でどういう話かっていうと、そう昔から仲の良かった3人娘がそれぞれ違う人生で歩んでる50代の姿っていうのを書かれてて、若い時ってこうなんだろうな、いろいろ面倒くさかったり、若いからこそのすれ違いとかでずれちゃったりもするんですけど、年を重ねていくにつれて人生経験を経て、昔仲の良かった友達との絆もすごい強いものになって、年を重ねるって本当に素敵なことなんだなっていうのを感じさせてくれる一冊でした。これは何か大事件が起きるとか、江国さんのちょっとクレイジーな女の子が鬱になってお酒飲んでとか、誰かにすごい熱愛しちゃってとか、そういうことじゃなくって、本当に何も起こらない日常が書かれてるんですけど、何にも起こらないのにずっと読み続けていたくなるような賑やかで愛しい日常っていうのが綴られてて、私もこんな風に年を重ねておばちゃんになっていきたいなって本当に思いました。はい。で他だとそうだバッドカンパニー、次に読んだのが江国さんですごいこう心が満たされた後読んだのがめちゃくちゃアクション小説、ハードボイルド系なんですけど、これは法律無視の人材派遣会社NAS って読むのかなが危険な依頼に挑むスリリングアクションっていう、ざっくりとしたあらすじなんですけど、帯に書かれた全ての依頼は積まれた金の額次第っていうので惹かれて手に取った一冊なんですけど、帯で感じた、でしかもあらすじはアクションシーン満載ドカンみたいな感じで書いてあって、そのあらすじと帯で感じたワクワクを最初から最後まで期待を裏切らない、本当にスリル満載な一冊で、もう大満足って感じでなんだろうな、映画を見てるような楽しさがあって、アクションシーンって映画で見るのでも複雑で、うわすごいなって思うのに、その複雑なアクションを活字で読者に伝える文章力のすごさに圧巻でしたね。アクション映画好きな人は、読んでみてもいいかなって思います。はい、で他でいくとイニュニック、星野道夫さんの本ですね。アラスカで写真家としてもう本当に命がけで写真を撮り続けた星野さんの、一冊で、アラスカの全部を愛した星野さんの命の記録っていうので書かれた一冊でした。これは旅をする気が好きな方はこれも合わせて読むと本当にいいと思います。これはアラスカに家を建ててからの3年間の生活と旅を綴った生命、命をテーマにした一冊なんですけど、このタイトルのイニュニックっていうのが命っていう意味らしくって、やっぱりこの星野さんの詩的な言葉選びっていうのはすっごく美しくって、写真もそう見れるんです。この本は旅をする気と違ってイニュニックは結構たくさん写真が挟まれてる写真集的な要素もあって、それを文章と合わせて一緒に見れることによってよりその星野さんのメッセージっていうのをすごく強く感じることができました。命がけで写真を撮るっていう強さだったり、強さの中にある美しさに圧倒されちゃって、読み終わった後またこれも方針ですよねみたいな。たくさんねこの本はページ折った記憶があるんですけど、10ページ目からもうすごい素敵な言葉があって、私これ好きなんですけど、風の感触はなぜか移ろいゆく人の一生の不確かさをほのめかす、思い煩うな
心のままに進めと耳でささやくように。これが10ページ目で来るんですよ。もう後ろすごいですよね。すごいページ折りすぎてちょっと本分厚くなったの覚えてますもんっていうような旅をする気を読んだ方はぜひ読んでいただきたいなと思います。はい、で他でいくといろいろ読んだんです。国さんのずっと気になってたエッセイ「取るに足らないもの」を読んで、はあやっぱ好きってなったり、あ、そう結川圭さんって読むのかなの「バッグをザックに持ち替えて」っていう登山エッセイ、登山のすすめが書かれた本があるんですけど、これ結構面白かったです。結川さん自身が全然登山興味ないし、なんならこう興味あるけど辛そうだなとか、あと体力的にちょっと心配だなみたいなのにすごい登山にはまるようになってしまったっていう、なんかこう一連の流れを書かれてるんですけど、その結川さんが飼われていたワンちゃんがちょっと体が弱くなってしまって、自然豊かな空気がきれいなところに引っ越そうって言って、ワンちゃんのために東京を離れて軽井沢だったかなで暮らすようになるんですけど、そこでやっぱりワンちゃんダメになってしまってっていうところがきっかけで登山を始めるんですね。なんで登山になったのっていうと、旦那さんが登山好きな方だったらしくって、その影響ももちろんあるんですけど、こう大切な存在がなくなってしまったこのどうしようもないやるせない気持ちを登山することによってこう晴らそうみたいな、もうこうじっとしていられなくなっちゃって、とにかく動きたい、もう叫びたいみたいな状態で行った登山が本当にこう印象的に最初書かれていて、それがきっかけで登山ってすごくいいなって気づいた結川さんはこうどんどんハマっていくんですけど、私もそれ読んでちょっと興味が湧いた。私も本当に運動神経も悪いし体力も全然ないんですけど、東京に住んでる方だったら多いのかな。都会の喧騒ちょっと疲れたからさ、自然豊かなところに行って美味しい空気吸いに行こうよみたいな、たまにあるじゃないですか。で登山行こうみたいな誘われたりすることあるんですけど、なんせ体力に自信がないもので、登山はちょっといいかなってよくなっちゃってたので、結構境遇が同じというか結川さんとね、のでガツッと入り込めたっていうのはあるんですけど、今まんまと登山行ってみたいなって思ってますちょっと初心者におすすめの山を教えてください。で他で行くとそうだな、今ミステリーの選書をしていてとても大変なんですねどの選書もめちゃくちゃ大変なんですけど、ミステリー何が大変ってずっと頭を使うんですよ。どこに伏線が張られてるのかなとか考えながら読んでると結構こう頭が疲れてきちゃって、もちろんその最後まで読み切った時のはっっていうトリック気づいた瞬間とか楽しいんですけど、ずっとね読んでるともう頭から湯気が出てきそうになっちゃうそうで、このままじゃ危ないなと思い私が読んだのがキッチン常夜灯。この動画 YouTube でおなじみですよね。長月あまねさんのキッチン常夜灯2作目が出てて、萌乃さんもすごく好きな本なので2作目出たよねとかって話してたんですけど、やっと読みまして、もうこれはもう言うまでもないですね。安心安全、もう心の栄養といった感じの本でした。これは主人公の女性が若くしてチェーンレストランの店長を任されて、すごいこう毎日忙しさだったり責任感にこう押しつぶされそうになってる中、見つけた路地裏のビストロでこう温かくて美味しいご飯食べて
そこで心をほだされて、じゃあ明日も頑張るぞっていう、簡単なあらすじなんですけど、ほっこり小説って世の中たくさんある中で、これはただほっこりだけで終わらせない良さがあるんですよね。お食事食べたところで、じゃあ彼女が責任から逃れられるか、日々忙しさが軽減されるか、もちろんそんなことないんですよ。それをちゃんと書いてるっていうのが結構この作品の好きなところで、2作品目にも結構恋愛がテーマに書かれてたりして、そういうところの辛さとか大変さみたいなのにも触れているのがやっぱりいいなみたいな。だからこそちゃんと読んでるこっちも心が温まってくる。これすごいんですね。ケッチェン常夜灯ってもうすごい今人気、続々重版ってどっか書いてるの見たんですけど、いつの間にか3作品目が出てて、私はまた頭から湯気が出そうな時に頼れる本があるなっていう、頭が疲れちゃった時にこれ読めば安心だっていう本が分かってる、知っておくとすごく気持ちが楽になるなって思いました。もうキッチン常夜灯ずっと終わらないでほしい、ずっとシリーズ出してほしいな。長月さんお願いしますといった感じで1月もたくさん本を読みました。これね、続けていきたい。結構文字書くっていいなって思いました。すごいたくさん書いたんでめちゃくちゃ字汚くなっちゃったんですけど初めて書く漢字とかあって楽しかったり、あとパソコンの自動変換に頼りすぎている、美しい文字を操る日本人としてちょっともったいないなと感じる部分もありました。この漢字ってどうやって書くんだっけって出てこないのが結構あったりして、ちょっと恥ずかしかった。書く習慣って結構大事なんだなと。あとやっぱりアプリでつけるのもサクッとつけれる手軽さみたいなのはあるんですけど、文字書くってやっぱ時間かかるじゃないですか。でも時間をかけてその一冊と向き合うからこそ、よりその作品と向き合えてる感があるなっていうのをやっぱり実感したんで、手書きの読書メモとてもいいなと思いました。これはちょっとまた2月も引き続きやっていけたらなと思ってます。皆さんはどんな風に読書記録つけてますでしょうか。もしなんかおすすめがあれば教えてください。で逆にいっぱいアプリ使っちゃってて、私みたいにどこに何メモしてるか分かんないみたいな感じの方は、一緒にこのロルワンのダイアリーで読書記録取ってみましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。